はい、皆さんこんばんは、友太郎でございます。私は10年間日本で社畜として働きまして、身も心も荒川河川敷のように痛めつけられまして、海外脱出を決意いたしました。今ではですね、シンガポールで永住権もらって、なんとか本日まで生き延びております。で、今日本経済というか、日本っていうのが国家としてですね、もう本当に崖っぷちに立たされているかと思います。お給料上がらないし、国は1000兆円の借金があるし、税率はどんどん上がっていくし、政府自体ちょっとカルトと結びついちゃってるしね。これ全部基本的に出生率っていうのが低くて、人口が減少している影響がですね、2010年頃からもう目に見えて出てきている。それが主な原因となります。で、ちょっと古いデータなんですけども、日本の出生率、これが2020年の時点で 1.34 ということで、確かに低いですよね。でもね、実は出生率っていうのはシンガポール、日本よりもっと低いんですよ。で、同じく2020年でシンガポールの出生率っていうのは、なんとね、予想できますか？ 1.1 しかないんですね。で、そしてこの低水準っていうのは、もうかれこれ20年前から続いています。だから、本来であれば、シンガポールっていうのは今の日本みたくね、経済っていうのがこうどんどん縮小してって叱るべきなんですけれども、でもシンガポールの島内の人口っていうのは実はね、爆発的に増えているんですね。で、今回はその理由とシンガポール政府はどうやってこの出生率の低さを克服して乗り越えているのかっていうのを皆さんにお話ししていきたいなと思います。で、今回のこの動画の内容なんですけども、その今の日本っていうのが今すぐにでも真似してですね、明日からも実行しなきゃいけないような内容となっておりますので、皆さんお付き合いいただければと思います。シンガポールがこの深刻な少子化をいかにして乗り越えているかっていうのは、端的に言うとですね、国民の高い言語能力にあるんですね。ほぼ単一民族で、みんな日本語しか喋れないような人たちがですね、より集まってできている日本っていう国とは大きく異なって、シンガポールっていうのは本当にアメリカと同じようにですね、というかアメリカ以上に本当にいろんな民族が集まって構成されている、本当に多民族国家ということになります。民族の構成なんですけども、この表にある通りですね、まず華僑、つまりシンガポリアンチャイニーズですね、これが 75%、で、マレー系が 13%、インド系が約 10%、で、その他で 10% と、このような民族構成になっています。で、公用語は英語なので、仕事場とか学校ではみんな英語を喋ります。で、家に帰ると家族や親戚、そういった人たちとは、華僑の人たちは中国語、マレー系の人はマレー語、で、インド系の人はヒンディー語ということで、それぞれの母国語で喋ります。すごいよね。もうこれちょっと日本人からすると、もうこの時点ですでに神の領域にある言語環境と言えるかと思います。中にはその英語ばっかり喋ってて、もう母国語はそんなに上手くないっていう人も中にはたくさんいるんだけれども、基本的に国民の大半っていうのはバイリンガルであるという認識で問題ないかと思います。で、人によっては3カ国語いける、つまりトリリンガルだっていう人も中には大勢いますね。で、補足だけど、そのマレー語っていうのはインドネシア語とほぼ同じです。日本語で言うと標準語と関西弁ぐらいの違いでしかないんですね。だからこの各言語、今出てますけれども、各言語のその話者の合計人口で考えると、約40億人をカバーしてるっていうの、これもうすごいんですけども、わかりますかね？で、これだけの人たちっていうのがその気になればですよ、シンガポールに長期滞在したり、働いたりするっていうその言語環境っていうのがですね、もうすでに整ってるんですよね。これですね、今さらっと言いましたけども、むちゃくちゃすごいことですよ。言語のインフラレベルっていうのはもうこれ S クラスと言っていいかと思います。で、さらに地理的にもシンガポールはチートなんですね。この国はマラッカ海峡っていう、世界でも屈指のですね、交通量が多い海峡の入り口に位置しています。地形的にも非常にね、良好な港っていうのをたくさん保有しています。で、必然的にたくさんの船舶がシンガポールに物資とか燃料の補給に訪れるので、歴史的に見ても本当にいろんな国から来た人たちが集まる、国際色豊かな場所ということになります。で、こういった歴史的地理的背景からシンガポールの人っていうのは外国人とかですね、移民してきた人たちと共存するっていうことに対して全くですね、その抵抗感っていうのを持っていないんですよ。だから毎年3万人以上の外国人にですね、永住権を発行しまして、
で、何十万人というですね、外国人に労働許可証、労働ビザを発行しているんですね。そうすることによって少子化によって不足してきた労働力とか消費者数の頭数だよね、そういったものを補っている状況です。この国のその語学力っていう目に見えないインフラが、そういったことを可能にしてるんですね。シンガポールが外国人にとっていかに働きやすいのかっていうのも人口を見れば一目瞭然なんですね。で、2010年頃シンガポールの島内の人口っていうのは500万人で、うち外国人っていうのが180万人なんですね。で、4割弱ですよ。これでも十分すごいですし、今は2023年でですね、島内の人口が550万人で、外国人の占める割合っていうのが3割弱と少し減ってはいるんですけれども、それでも依然として高いですし、これシンガポール政府がもし外国人労働者が必要って判断すれば、すぐに労働ビザっていうのをたくさん発行してですね、外国人の数はまたすぐに割合として上がったりするんですよ。毎年毎年それ繰り返してます。だからですね、少子化にもかかわらず、逆に人口ってのは、今言った通り2010年から50万人も増えてますし、でそして何より一番重要なのがGDP っていうのもですね、ずっと成長し続けてるんですね。じゃあこういった政策をですね可能としている語学教育についてなんですけれども、シンガポール人って保育園に入った時点でもうすでにですね、英語とそれぞれの母国語の教育が始まるんですね。今もよく覚えてるんですけれども、私の息子のですね、卒園式に行ったんですよ。保育園の卒業式ね。で、その時、代表のですね、男の子と女の子が、まだ6歳ですよ。そんな彼らがですね、壇上に上がって、みんなが見てる前でですよ。まず男の子が、流暢な英語でですね、両親とか先生に感謝の言葉っていうのを、スピーチで行うんですよ。で、その次に女の子が同じ内容を中国語でスピーチするんですね。で、それ見て本当にびっくりした覚えがあります。で、これもちろん、保育園によってマレー系の保育園はマレー語で教育するし、インド系の子供たちが多ければですね、中国語とヒンディー語の教育となって、卒園式ではそれぞれの英語と母国語でスピーチっていう風になります。いずれにしてももうこの時点で日本の子供たちとは絶望的な差があると思いませんかね。で、これだって小学校や中学校に上がったとしても、この母国語と英語の教育っていうのはずっと続くわけですから。で、余談になるんですけども、その卒園式でね、子供たちのそういったスピーチを聞きながらですね、日本の開成中学の校長がずっと昔にですね、雑誌のインタビューでドヤ顔でですね、開成中学の学生は世界で一番優秀ですっていうふうに、ドヤ顔して言ってたのを思い出しまして、それを子供たちのスピーチを聞きながらですね、ちょっと心の中で大爆笑してしまいました。こうして養われた国民のですね、高い語学力をバックに、さっきも話しましたけれども、シンガポールの政府っていうのは外国人に対して永住権を発行します。で、ケースによっては永住権を申請してきた人がですね、お金持ちっていうふうに判断されれば、その家族丸ごとですね、永住権を与えたりもするんですね。で、そして生まれてくる子供っていうのは漏れなくシンガポールの国籍っていうのはもらえます。このようにしてですね、低い出生率っていうのを補って人口っていうのを維持もしくは増やしていってるということになります。で、この語学力なんですけども、経済面でもものすごい威力を発揮するんですね。で、これだけ狭い地域にこれだけの多くの民族っていうのが存在している場所っていうのはですね、世界広しといえどもシンガポールだけかと私は思ってます。で、この、優れた語学環境とですね、マラッカ海峡の交通の要衝であるという、そういった要素も加わって、世界的な金融の会社とかですね、IT 企業とか船会社、で、物流企業っていうのがシンガポールにですね、こぞって巨大なコントロールセンターを運営しております。そこで、各言語を話せる人を雇って、各国の顧客に、オンラインで、カスタマーサポートですとか、テックサポート、書類の整理とかですね。つまりはそのコントロールセンターの業務をさせてるんですね。で、やっぱこんなことできるのって、やっぱりシンガポールだけかと思います。で、香港でも同じようなことはしてるっていうふうに聞いてるんだけど、多分シンガポールよりはその集められる人材のこの幅っていうのは少し狭まるんじゃないかなと思ってます。もうね、ラッフルズプレイスっていう日本でいうと六本木みたいな場所があるんですけれども、そこ見渡すと本当にね、
有名な外資系企業のコントロールセンターだらけなんですね。だからシンガポールっていうのはそのオフィスの賃料と法人税、あと港で売りさばかれている船舶用の燃料と港のその使用量だよね。それだけでね、もう国民を食わせていけるんじゃないかっていう、そんな勢いなんですね。はい、総括です。高い言語能力、外国人を偏見なく受け入れられるマインド、この2つでですね、シンガポールは少子化を乗り越えています。というか丸2はですね、丸1あってのことなので、やっぱ丸1のこの言語能力なんだよね。理想論で言えば、本当は子供を3人ぐらい産んで育ててもいいと自然と思えるような平和で穏やかな社会を作るのが一番なんだけれども、シンガポールのような少子化の解決方法もあるということですね。これ今の日本にですね、同じことができるかっていうことなんですけども、どうですかね。でも日本滅亡のカウントダウンっていうのはもうかなり進んでしまってるので、やるしかないですよね。明日からでも。その日本が衰退している原因っていうのは、少子化なんですけれども、それもさらに辿っていくと、全てのエネルギーが太陽から来てるっていうのと同じようにですね、やっぱこの日本語しか喋れないっていう日本人の言語能力の低さが今の日本のですね苦しい状況を引き起こしてしまってるんじゃないかなと私は思います。で、最後にはなりますけれども、経済界のベヒモスシンガポール、この国の政治家の給料を見てみましょうか。はい、2000万、妥当ですよね。一方経済界のクソ雑魚ゴブリン日本で、この日本の政治家の給料なんですけれども、4000万。ありえねえ。